こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ヤマヤの NMAX155 だ。ヤマヤ？は？今回ネタにするバイクは、ヤマハの NMAX155 だ。言い直した。マックスシリーズでは久々のモデルチェンジだ。そうですね。ヤマハの二輪シリーズで、2017年から、国内発売開始されたのがマックスシリーズだ。NMAX は、海外で2021年モデルとしてすでに発表されてるが、待望の国内仕様が発表されたってわけだぜ。なかなか街中では見かけない車両ですけどね。そりゃ、ホンダとは PCX とは販売台数が全く違うからな。NMAX の美しいデザインと魅力を語りながら、新旧の違いやライバル比較していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。1、NMAX155 点。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、はじめ、か。1、NMAX155 点。ヤマハのマックスシリーズは、国内スクーターの中ではバリエーションが充実しているモデルだ。大まかにラインナップを整理しておくぜ。よろしくお願いします。まず、現行スクーターモデルの中では最大排気量の T-MAX だ。最大排気量は XADV じゃないの？カテゴリがクロスオーバーだったので外してました。それにあれは作りがスクーターじゃない。エンジンは561の DO チャンネル直列2気筒、電動調整式ウィンドスクリーン TE チャンネル MAXABS。クルーズコントロール、スマートキーを装備し、ツアラー並みの装備を持つビッグスクーターだ。実は3気筒ですってやつですね。そうだ。次は XMAX だ。249cc の SOHC 単気筒エンジンで、トラクションコントロール、スマートキーが装備されている。よくホンダのフォルツァと比較されるスクーターだ。鼻立ちがキリッとしてますね。まさにライダー風です。そして今回紹介する NMAX だ。このモデルは 125cc と 155cc の排気量がある。トラクションコントロールにスマホ接続、スマートキーにアイドリングストップと、MAX シリーズの中でも主要装備が一番充実している。MAX シリーズのエントリーモデルが最新モデルとなり、排気量以外の装備では下克上状態なのが、この NMAX だ。この 155cc という排気量は、高速も乗れるし燃費も良いし、文句なしの下駄バイク、いやスニーカーバイクだな。ライバルはホンダの PCX ですね。ホンダのスクーター系ラインナップだと、最高級モデルのアドベンチャー風 XADV と、街乗りハフォルツァ、使い勝手の PCX と、ジャンル別で横展開してます。ホンダの解説、ありがとうございます。じゃ、ヤマハの MAX シリーズは排気量分けの縦展開だな。ホンダとモデル構成が異なっているおかげで、つかず離れず、良きライバルって感じですよね。そして、ヤマハでスクーターといえば、忘れちゃいけないのが EV モデルだ。個人向けのネオス国内未導入や、国内 EV バイク実証実験車両 E01 など、ユーザー目線での展開となっている。ホンダの EV は企業向けリースの PCX、商用向けの便利やインフラ整備など、働くバイクへ注力してますね。こちらもうまく住み分けてるな。とは言っても、やはり NMAX と PCX はスペック的にガチライバルなバイクだ。今回のモデルチェンジで、どれだけ変わったのかじっくり考察していくぜ。2、スペック考察。カラー&デザイン。今回のカラーはこちら。マットダークブルーウィッシュグレーメタリック4、新色。マットダークグレーメタリック8、新色。マットブルーウィッシュグレーメタリック3、新色。カラー名が長い。川崎ほどではないけどな。要はマットグレー、マットダークグレー、マットダークグリーンってことか。MAD 全盛期。確か海外では WGP60 周年記念カラーがありましたよね。抜けてますけど、忘れてます。国内向けには、今のところ設定なしだ。もったいない。シグナスは新型発表と同時に設定されてたのにね。スクーターでレプリカ仕様は超レアだから、125cc 発表時のワンチャンに期待してくれ。動力性能。エンジンは155の SOHC 単気筒で、最大出力は 11kW15 馬力 8000rpm、最大トルクは 14N1.4kg F6500rpm だ。特徴としてはブルーコアという高性能小型エンジン思想を取り入れており、高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点を徹底的に追求している。可変バルブ機構、静粛なエンジン始動再始動ができる SMG スマートモータージェネレーター。小燃費には欠かせないアイドリングストップ機構などが採用されており、メカ好きが喜ぶ機構も満載だ。走りの楽しさ、燃費、環境性能、おっさん、全部のエンジンになってるんですね。おっさんは不要。今回のモデルチェンジでは、燃費は 2.9kg アップして 44.6kg。燃料タンク容量は 0.5 リットルアップして 7.1 リットルとなった。結果、航続距離は約316キロとなり、仙台から約41キロアップしてる。最新の排ガス規制にも対応し、街散歩用スニーカーにぴったりだ。ブルーコアエンジン、金かかってそうですね。これらを構成する技術自体は、新開発されたものはない。
どの技術も個別に開発採用されていたんだけど、それら全部をまとめ上げてコア化したのが、ブルーコアエンジンってわけだ。ちなみに、このエンジンは2014年にベトナムで発売されたスクーターから採用されてる。結構歴史がありますね。ヤマハのスクーターが全部この仕様に置き換わるには、もう少しかかりそうだけど、着実に環境対応を進めているな。そして、その先は EV ですか？だな。EV といえば2015年に発売された EV のとか、ブルーコアが誕生した頃から、EV も市販されていたんですね。EV の特性をネタにしたバラエティ番組も放送されてたし、ヤマハはプロモーション上手だよな。スイカ。話がそれた。で、排気量が 155cc だから高速にも乗れて便利って話なんだけど。正直に言うと、この排気量スクーターで高速長距離、長時間走行は主要だ。90キロ程度の巡航でも、風、音、振動の3つがじわじわとライダーの体力を奪っていく。なので、長距離ツーリング用途で楽したいなら、XMAX や取りして300など、250cc クラスがおすすめだぜ。サイズ、車体関連。車両サイズは全長 1935mm、全幅 740mm、全高 160mm、シート高は 765mm。ナムコ。車両重量は 131kg だ。先代に比べて 3kg 増加してるが、燃費は先に説明した通りアップしてるので問題なしだ。今回手が入った部分は、フレームとホイールで、フレームはスポーツ系スクーターのプラットフォームとして熟成進化してるし、車体に合わせてサスも設定変更されてる。ホイールも新設計された軽量ホイールだ。こうした変更は見た目ではわからない部分ですが、きっちり改善されているんですね。技術者さんの努力に乾杯。ちなみに、車両サイズと重量は、NMAX155cc と 125cc は全く同じだ。ほんとだ。じゃ、NMAX 選びはサイズや重さより、持っている免許とお値段がポイントってことですね。そうだな。じゃあお次は、主要装備の変化点をチェックしていくぜ。要素、美。エントリーモデルとは思えない豪華装備を、サクッとチェックするぜ。スマートフォン用専用アプリ対応、新機能。ヤマハモーターサイクルコネクトが新たに装備されたぜ。バイクとスマホをペアリングして、いろいろな情報が参照できるやつですね。便利そうなのは車両の最終駐車位置確認機能だ。慣れてない場所に駐車すると、止めた位置を忘れる主には最適ですね。モーターサイクルショーの会場で、2、0分ぐらいラリーを探してましたよね。あれは駐車エリア自体を間違えてた。でもそのおかげで、スズキの SW1 とか、XSR155 とか見れた。ただでは起きないですね。トラクションコントロールシステム。このクラスで装備とは、なかなかやるなヤマハ。この機能は 125cc にも装備されてるぜ。ホンダの PCX にも装備されてますけどね。スマートキーシステム。メインキーの操作可能になるだけじゃなく、ハンドルロック解除、シートロック解除なども可能だ。上位モデルで採用された技術が、エントリーモデルに取り入れられて、ユーザーとしては嬉しい限りです。こうした機能もパッケージ化して、テネレなどのオフ車にも展開してほしいぜ。その他ユーティリティ。便利を詰め込んだ NMAX のその他装備はこちら。左右フロントトランク。DC12V ジャック。600ml のペットボトルも入ります。USB だとさらに嬉しかった。約 23L シートかトランク。リモコン操作可能なヒューエルリット。フルフェイスもギリ入るらしいよう確認。スマートキーのボタン操作でオープン可能。フル LED ランプ。もう当たり前装備になってるぜ。以上だ。最後、一つお願いがあるとすれば。これに標準でグリップヒーターがつけば、言うことなし。価格。最後は価格だ。機能も充実、見た目もかっこよくなった NMAX155 ですが、肝心のお値段は？新型は、先代から 2.2 万円のアップの、40万7000円だ。ちなみに 125cc は？ 36万8500円だ。差額は3万8500円だな。これだけあれば、ヘルメットとグローブは買えますね。悩ましい価格差だな。価格なら、ホンダの PCX も負けてませんよ。なかなかプッシュしてくるな。それじゃ、お待ちかねのライバル比較といくか。3、ライバル比較。今回は、ガチ比較になりそうだな。国内では売れ筋モデルですからね。じゃ今回のライバルはこちら。ホンダ、PCX160。ヤマハ、トリシティ155。ヤマハ、NMAX125。これは悩む。ひいきなメーカーがあれば一発で決まるんですけどな。それじゃ、比較評論。価格。NMAX125 が一番リーズナブルだな。排気量は価格に直結しますからね。ヤマハ好きなら、これで決定だ。だな。もしおすすめスクーターはって聞かれたら、NMAX125 を全力で押すぜ。今回は NMAX155 の考察動画ですけど、正直な感想だ。NMAX125 のコスパは最高だ。サイズ&重量。スペック上一番コンパクトなのは PCX だぜ。シート高は他より1ミリ低い。ホンダ頑張った。でも、車両重量は NMAX155 の方が1キロ軽い。これがガチライバル同士の比較争いか。取りして155は165キロと、この中では一番重いですね。
フロント2輪だから、他車と比べればでかくて重いのは仕方ないが、その迫力はロボ好きにはたまらないぜ。エンジン出力。ブルーコア仕様のエンジンを搭載している NMAX155 と取りして155がトップだな。NMAX155 派 PWR も一桁台だし、走りが期待できそうだ。ホンダも新世代環境対応型エンジン ESP を採用して頑張ってますよ。ちなみに、ブルーコアと ESP の大きな違いは可変バルブ機構の有無だな。最大出力で比較すると、これだけ差が出るんですね。確かホンダもスクーター向けエンジンの可変バルブ機構特許出願しているけど、まだこのクラスのスクーターには未搭載だ。燃費。これは PCX がトップだ。燃料タンク容量と燃費の合わせ技で、航続距離は 366.1 キロだ。スクーターはリッターあたりの走行距離が長いから、燃料タンク容量の差が大きくなりますね。このあたりの設定は、さじ加減だよな。使用装備。これは NMAX が一枚上手だな。スマホ接続がついてる。残念ながら PCX にはスマホ接続機能はついてないです。ホンダはこのクラスのスマホ接続を重要視していないみたいですよ。バイクとスマホを接続しても、通知があっても電話には出れないし、正直、あまりメリットがないと思います。でも XADV にはついてたよな。自社開発の HSVCS という音声制御機能がついてます。これは理にかなってると思いますが、高級車向けですね。あと、アフリカツインや NT1100 には Apple の CarPlay がついてますよ。ヤマハのスマホ関連機能は Y コネクトアプリだけだ。T-Max や X-Max には搭載されてないし、ヤマハはこの分野自体に力を入れてないように見えますが。そうだな。ソフト系は開発も維持管理もお金がかかるからな。ボッシュのマイスピンがもっと汎用化されたら、川崎や鈴木みたいに乗っかってくるかもしれん。こんなところだな。まとめ。さて、ヤマハ好きのマリサが一押しの NMAX を考察してきましたけど、今回のモデルチェンジはいかがでした？ NMAX は、これ1台あれば快適な移動ができるバイクだ。個性的なデザインに高性能なエンジン、スマートキーやトルコンはかゆいところに手が届く機能だ。いろんなスクーターがあるけど、これだけバランスよく機能が揃ってるのは、最近では NMAX155 が一番だと思う。取りして155も新型出ちゃったけど、こちらは？もちろん、考察予定だぜ。じゃ、今回のお話は以上です。お次は、青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。バイクイベントが目白押しだった4月とゴールデンウィークが終わりまして、多少気が抜けている状況も主です。バイクイベントも一通り終わったしな。次のビッグイベントは、8月4日木曜日から7日日曜日に開催される、コカ・コーラ鈴鹿8体ですね。少し間があるな。車のイベントなら、ちょこちょこありますけどね。スーパー GT ラウンドさん、鈴鹿 GT300 とか。鈴鹿サーキットばっかりですね。ま、近いからな。最近は、オーナーズミーティングや、ショップのツーリングイベントや試乗会、伏谷のコーヒーミーティングなども開催され始めています。イベントを見つけたら、お伝えしたいと思いますね。よろしく頼む。では、今回はこの辺で。それでは、See you!